朝日が古い畳の目を白く照らしています。2月、まだ冷え込みが厳しい朝です。湯飲みから上がる湯気が細く揺れています。私は一人、冷えたお茶をすすりました。78歳、佐藤健一。白髪がすっかり増えた、頑固なだけの老人です。シワの刻まれた手が少しだけ震えています。部屋には時計の針の音だけが響いていました。今日も寒いな。独り言が冷たい空気に溶けていきます。仏壇の前に座り、線香に火を灯しました。写真の中の幸子は優しく微笑んでいます。掃除でもするか。私は重い腰を上げました。棚の奥に見慣れない茶箱を見つけました。ほこりをかぶったその箱はひっそりと置かれていました。指先でほこりを拭うと、幸子の香水の匂いがしました。胸の奥がちくりと痛みます。箱を開けると、一冊の古い通帳が入っていました。通帳を開いた瞬間、息が止まりました。そこには、あの裏切り者の名前がありました。息子、ひろし。私の夢だった町工場を捨てた男です。なぜ、お前がここに。通帳を握りしめる手に力が入ります。家業を告げという言葉を、あいつは鼻で笑いました。勝手に家を飛び出した日のあいつの背中。今でも思い出すと胃のあたりが熱くなります。親不孝なやつめ。吐き捨てるようにそうつぶやきました。通帳の記録をじっくりと眺めました。それはひろしが家を出た翌月から始まっていました。30年もの間、一度も欠かさず続いています。幸子は私に何も言いませんでした。あんなにひろしのことを怒っていた私に隠していたのです。さらに、振込名義がひろしの名前ではありませんでした。まさか、幸子を前知っていたのか。通帳の余白に幸子の小さな文字が見えました。そこには信じられない言葉が書かれていました。私の知っている真実は氷山の一角でした。あの日、あいつを追い出したのは私でした。でも、あいつが去った本当の理由は何だったのか。手のひらの通帳が妙に重く感じられます。私は一体何を見て生きてきたのでしょうか。心臓の鼓動が速くなっていきます。果たして私は正しい父親だったと言えるのでしょうか。ひろし、お前は一体。私は震える指で次のページをめくりました。そこには私が目を背け続けてきた真実が待っていたのです。町工場の油の匂いが鼻をつきます。旋盤のうなる音が耳の奥にこびりついて離れません。当時は寝る間を惜しんで働きました。佐藤製作所の看板を守ること。それが私の人生のすべてでした。額から流れる汗を汚れたタオルで拭います。工場の経営は日ごとに苦しくなっていました。銀行からの督促状が机の上に積み重なります。妻の幸子は黙って私の背中をさすってくれました。私は家族の未来はこの工場にあると信じて疑いませんでした。息子、ヒロが高校卒業を控えた冬のことです。ヒロは工場の継承を拒みました。僕はデザインの道に進みたいんだ。あいつは震える声でそう言いました。私は目の前が真っ暗になりました。この工場を
誰が守ると思っているんだ。私の怒声が狭いリビングに響き渡ります。ヒロが描いたスケッチブックが床に散らばりました。色鮮やかな絵が私には無価値な落書きに見えたのです。私はあいつの夢をわがままだと決めつけました。お前はこの家を捨てるつもりか。ある夜、私はヒロシの部屋で見つけてしまいました。それは遠く離れた町の美大の合格通知でした。私の知らないところで、あいつは家を出る準備をしていたのです。怒りで視界が真っ赤に染まりました。私はその通知書を無造作に破り捨てました。こんなものは認めない。幸子が泣いて止めましたが、私は耳を貸しませんでした。ヒロはただ黙って私の手元を見つめていました。あいつの目から光が消えた瞬間を今も鮮明に覚えています。それは親子の絆が修復不能になった瞬間でした。翌朝、ヒロの姿は家から消えていました。机の上には破られた通知書と一言だけの置き手紙がありました。さようなら。私はあいつを追いかけることもしませんでした。勝手にしろ、二度と敷居をまたぐな。強がってそう言い放ち、仕事に戻りました。幸子は玄関でうずくまって泣いていました。私は家族を守るために正しいことをしたのだと自分に言い聞かせました。あいつがいなくても工場は回っていく。そう思っていたのは私だけでした。それから30年、私は一度もあいつの名前を呼びませんでした。でも今、手元にあるこの通帳は何でしょうか。あの日、あいつを追い出した私の正義は間違っていたのでしょうか。幸子はどんな思いでこの通帳を隠し持っていたのか。私は何一つ知らずに生きてきたのです。幸子、お前は何を隠していたんだ。私は震える手で通帳のさらに奥のページをめくりました。そこには私の想像を絶する光景が記されていました。ヒロがいなくなってから家の中はしんと静まり返りました。夕食の時間はテレビのニュース音だけが流れます。幸子はただ黙って味噌汁をすすっていました。おい、醤油。私は自分からは何も話そうとしませんでした。一家の主として弱みを見せてはいけない。そう自分に言い聞かせ、意固地な沈黙を貫きました。はい、どうぞ。幸子の声はどこか遠くから聞こえるようでした。心の通わない食事は砂を噛むような味でした。2年代に入り、時代の波が押し寄せました。大手メーカーからの発注が次々と途絶えました。ついに私は先祖代々の工場を畳む決心をしました。鉄の匂いが染みついた作業着を静かに脱ぎました。錆びついたシャッターを下ろすとき、指先が震えました。ガラガラという音が私の人生の終わりのように響きます。お疲れ様でした。幸子が花束を持って立っていました。私はありがとうの一言も言えずにただ前を向きました。仕事がなくなると家の中はあまりにも広すぎました。畳の上に座り、一日中庭のスズメを眺める日々です。幸子はパートに出て家を空けることが増えました。お昼は冷蔵庫にあるからね。出かけていく幸子の後ろ姿が眩しく見えました。私は自分の家でどう過ごせばいいかわかりません。急須に残った冷めた茶を一人で飲み干しました。孤独という病が少しずつ体を蝕んでいきました。
長女の美咲も大学卒業と同時に家を出ました。お父さんとは話すことがないから。それが美咲が最後に残した言葉でした。お正月になっても子供たちは帰ってきません。たまにかかってくる電話はいつも幸子宛てでした。私が受話器を取るとすぐに切られてしまいます。受話器から聞こえるツーツーという音が胸を刺します。私がいけないのか。そんな疑念が初めて頭をよぎりました。そんなある日、幸子が激しく咳き込みました。大丈夫か。私は新聞を読んだままぶっきらぼうに尋ねました。ええ、ただの風邪ですから。幸子はいつものように力なく微笑みました。私はその笑顔の裏に隠された痛みに気づきませんでした。あの日、無理にでも病院へ連れて行っていれば。私はまだ知らないままでした。幸子が隠し持っていたあの青い通帳の本当の重さを。病室には規則的な機械音だけが響いていました。幸子の顔は驚くほど小さくなっていました。私はただその手を握ることしかできません。健一さん。幸子がかすかに目を開けました。私は慌てて耳を近づけました。なんだ、言いたいことがあるのか。幸子は震える指先で私の手を握り返しました。あなたは本当に良い人でした。それが彼女が残した最後の言葉でした。葬儀を終えた後の家は耐え難いほど静かでした。良い人か。その言葉を反芻するたび、胸の奥がざわつきます。感謝されているはずなのになぜか寂しいのです。私は仏壇の奥で見つけたあの青い通帳を開きました。通帳の間に一冊の古い日記帳が挟まっていました。幸子が結婚記念日に私にねだった革表紙の日記帳です。私は吸い寄せられるようにそのページをめくりました。日記にはひろしが家を出た日のことが記されていました。ひろはお父さんの工場の借金を返すために夜の仕事も始めたようです。私は目を疑いました。あいつは夢のために家を捨てたのではなかったのか。私の夫は看板を守るために家族を捨てたけれど、息子は家族を守るために夢を捨てました。通帳の毎月の入金はひろしが自分の夢を削って送ってきたものでした。私はあいつの献身を裏切りと呼んで罵ってきたのです。指先が激しく震え始めました。日記の最後のページには亡くなる1週間前の日付がありました。そこには震える文字でこう書かれていました。健一さんは近所でも評判の良い人です。でも私の夫ではありませんでした。心臓を冷たい歯で貫かれたような衝撃でした。彼女にとって私は共に生きる伴侶ではなかった。ただ同じ屋根の下にいる誠実な他人だったのです。私は日記帳を抱きしめて畳に崩れ落ちました。幸子すまない。謝ってももう返事は返ってきません。私は家族を守っているつもりで一番大切なものを壊していました。守りたかった看板はただの鉄の板に過ぎなかったのです。慟哭が誰もいない部屋に虚しく響きました。私は震える手でスマートフォンの連絡先を開きました。30年間一度も発信したことのない息子の番号。果たしてこの声は彼に届くのでしょうか。スマートフォンの画面が
暗闇の中で白く光っています。息子の番号を何度も押しては消しました。心臓の鼓動が喉の奥まで響いています。勇気を出して発信ボタンを押しました。長い呼び出し音が部屋の静寂を切り裂きます。はい、もしもし。30年ぶりに聞くひろしの声は少し低くなっていました。ひろか、父さんだ。声が情けないほど震えています。電話の向こうでひろしが息を飲むのがわかりました。お父さん、どうしたんだ、急に。私は喉まで出かかった言い訳をすべて飲み込みました。すまなかった。ただ、その一言だけを絞り出しました。通帳のこと、幸子の日記のこと、すべてを話しました。ヒロは長い沈黙の後、静かに言いました。もういいんだよ。母さんから聞いていたから。あいつは私の頑固さをすべて許してくれていたのです。近いうちに顔を見に行くよ。その言葉に目から熱いものがあふれ出しました。庭の梅が小さなつぼみをほころばせています。2月の終わりの少しだけ暖かい風が吹きました。私は幸子の遺影に新しいお茶を供えました。幸子、ヒロと話したよ。写真の中の彼女は何も言わずに微笑んでいます。許されたとしても失われた30年は戻りません。幸子に直接愛していると言えなかった後悔も消えません。私はこの寂しさを抱えたまま生きていくのでしょう。それが私にできる唯一の償いだからです。私の愚かな物語を最後まで聞いてくれてありがとうございます。今の私にはわかります。いつか言えばいいという日は永遠に訪れません。プライドなど冷えたお茶よりも価値のないものです。もしあなたに大切な人がいるのなら、今すぐその人の手を取ってください。ありがとうと愛していると。どうか私のようにならないでください。お茶を一口ゆっくりと含みました。部屋にはまだ時計の針の音だけが響いています。でもその音は以前ほど冷たくはありません。春が来たらひろしたちと一緒に幸子の墓参りに行こうと思います。窓から差し込む陽光が畳の上を優しく撫でていきました。私は静かに目を閉じ、遠い春の日の記憶をたどりました。